今回はひまわりを描いていきます。夏の象徴でもあるので鮮やかに描いていきたいですね。まずは下書きから始めていきましょう。真ん中の感情花と絶情花の外周に楕円を引いていきます。通常の鉛筆の持ち方だと描きづらいので上から覆うように持ちます。筆圧も抑えられて楕円も描きやすくなります。こうやって見ると上下の花びらは長くて、逆に左右の花びらは遠近法が働いていて短めに見えますね。花びらの形は1枚ごとに形が違うので、じっくり観察をして描いていきます。ここは少し花びらが重なっていますね。花びらによっては重なって陰っていたり、奥にめくれて短縮されたりと、一枚一枚の花びらの動きを捉えていきます。これからは色を塗っていきます。まずは黄色でひまわりの花を塗っていきます。パーマネントイエローという色ですね。絵の具は多めに作っておくと安心です。ある程度丁寧に短時間で塗っていきます。ピンクと黄色を混ぜてオレンジを作ります。中心の感情花周辺を塗っていきます。外側の花びらの根元あたりまで塗るんですが、これもよく見ると根元がオレンジがかっているんですよね。次は花びらの影の色を作ります。冷たい色で描きたいので青系の色を使います。今回はコンポーズブルーを使って色を落ち着かせるためにオレンジ色を混ぜます。続いて暖かい色でも影を塗っていきます。オペラというピンクとパーマネントイエローを混ぜます。わずかに青も加えます。光の方向としては左上からなので、花びらの付け根周辺と右側の影を塗ります。奥にある花びらは全体的に影になります。花びらの境目を濃く塗ると引き立ちますね。次はひまわりの中心である感情花を塗っていきます。まず黄緑をパレットに出しておきます。あとはピンクと黄色を混ぜてオレンジを作ります。さらに水色も加えます。こうすると茶色が出来上がりますよね。それでは塗っていきましょう。絵の具が足りないのでもう少し追加します。ど真ん中である感情花のつぼみを塗っていきましょう。上からトントンと叩くようにして塗ります。ベタ塗りにならないように気をつけましょう。そして水だけつけた筆を用意してこんな風に垂らしていくと真ん中の絵の具が
周りに避けていきます。ドライヤーで乾かします。さあ次ですが、さっき塗った花びらを濃くしていきます。濃く塗るためには水気を少なめにします。今までと比べてだいぶ濃いですよね。でもこのぐらい濃くした方が離れてみた時に形が引き立つので、一歩踏み込んで濃くしていきましょう。絵の具も乾くと少し薄くなりますので、若干濃いぐらいがちょうどいいですね。花びらの柔らかさを表現するときには、塗った後に水だけつけた筆でぼかします。黄色で先端周辺に濃さをつけます。こうすると鮮やかさを残したまま立体感を引き立たせることができます。ひまわりの花は一度お休みにして、これからは背景を描いていきます。まずは水だけつけた筆でひまわり周辺を塗っていきます。塗った場所が分かりづらい場合は薄く色をつけて塗ると分かりやすいです。たっぷりと水を使いましょう。そうすると乾くまでの時間を延ばせます。周りにもなじませていきます。空を描くので水色を使います。コバルトブルーがパレットに残っていたので混ぜちゃいましょう。さあ塗っていきます。紙がウェットな状態なので滲んでいきますね。今度は違う色を作って塗っていきましょう。ちょっと早くて見えづらかったですね。ピンクを少量混ぜています。こんな感じで色に変化をつけると空の広がりがより感じられます。他の色も使ってみましょう。こういう緑や黄色を使ってみるのも面白いです。今塗っている黄色は奥のひまわりとして描いていこうと思います。周りにも黄色を散らしていきます。単調にならないように不規則に塗っていきましょう。葉っぱや茎も塗ってみましょう。オレンジ系の色を混ぜて深みを出します。黄色の周辺まで色を置いていきます。続いて茎の隙間の影を塗っていきます。青と赤紫、そして緑を混ぜ合わせます。ここでも不規則なタッチで塗っていきます。時間が経つとこのくらい色が薄まります。
手前の葉っぱを具体的に描いていきます。葉の色に変化をつけてそれっぽくします。ここでペインティングナイフを使います。こうやって先端を使って葉脈部分を削っていきます。最初は削った箇所が明るくなるんですけど、しばらくすると絵の具が溝に入り込んで濃さが出てきます。こういう使い方もあるので、気になった方はぜひ試してみてくださいね。絵の方に戻ります。葉の影を濃いめに塗って引き立たせます。葉脈部分を避けながら塗り進めます。茎は花の影が落ちてくるので、上は濃いめに、下に向かって明るく色を変化させていきます。まだ花が物足りないですね。花びらを引き立つように描いていきます。濃いめの黄色で差をつけていきましょう。下の花びらは付け根が特に濃くなるので、焦げ茶色で塗っていきます。ちょっとの表現で形が引き締まってきますね。色を変えて深みのある黄緑で塗っていきます。さらに明るい色を使って花びらのわずかな溝を描きます。左側の花びらも少し引き立たせましょう。いよいよですが、真ん中を描いてみます。色としては深みのある黄緑ですかね。ど真ん中から右下にかけて細かいタッチを刻んでいきます。ひまわりの中心の種は中央から伸びる左右の曲線で構成されています。続いて開花した環状花を描いていきます。右下へのタッチで不規則に描いていきましょう。中心部分も乾いてきたので、今度は反対回りの曲線も引いていきます。結構細い線を引かなければいけないので、かなり気を使います。だいたい線が引けたので、左上部分の絵の具を取っていきます。こんな感じで光を当てていきましょう。あとは濃さの微調整をしていきます。花びら一枚一枚が引き立つように、付け根周辺の濃さを強めます。途中だった背景をもう少し描いてみましょう。右下に濃さをつけて、真ん中も塗っていきます。後ろのひまわりは脇役なので目立ちすぎないように手前のひまわりと比べて少しくすませて濃さのコントラストも弱めにします。後ろに山を描いてみましょう。こうすることで脇役のひまわりも少し存在感を出すことができますね。ピントをずらしたいのでティッシュを使って境目を弱めます。
まだ背景のひまわりがパッとしてないので、もう少し色を引き立たせてみましょう。乾く前に中心の濃さをつけてにじませます。少し下が薄いですかね。葉っぱの緑ももう少し塗っていきます。葉脈を塗り残して明るく引き立たせます。あとは背景の緑を散らして完成です。いかがでしたか？ぜひ参考にしてもらえると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。